FireTV が大好きさくらです。今回は失敗しない FireTV の選び方、こちらについて解説していきます。歯が抜けてうまく喋れないので今回も AI に話してもらいます。Amazon のセールは気になる製品が安く買えるのでワクワクしますよね。セールの定番商品といえば FireTV です。今回のセールでも FireTV が安く売られています。便利らしいと聞いて FireTV を見たけどたくさん種類があって一体どれを選べばいいのだろう、わからんという話をよく聞きます。今回は FireTV シリーズの選び方ということで実際に買って試した経験から初めての FireTV 購入者向けに FireTV の選び方について解説していきます。 FireTV でどんなことができてどんなことができないのか参考になると思います。ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルではタブレット、スマホ、スマートスピーカー、周辺機器などのガジェット、パソコン、テレビなどの家電を有効に活用してもっと生活を便利で豊かにするための情報を発信するチャンネルです。気に入ったらチャンネル登録をお願いします。それでは本題に入ります。そもそも FireTV とはネット接続状態で動画や音楽を楽しめるデバイスのことです。ストリーミングを使ってテレビでコンテンツを楽しむことができます。ストリーミングとはデータを必要な時にダウンロードしながらコンテンツを楽しめます。そのため常にインターネット接続状態が必要です。似たような言葉にダウンロードがあります。こちらは必要な分のデータをあらかじめ取り込んでおきます。そのためインターネット接続状態でなくても再生できるのが特徴です。 FireTV に必要なのはインターネット回線です。できれば光回線と Wi-Fi の環境が整った状態の方がおすすめです。スマホの Wi-Fi は使えませんかと聞かれることがありますが、使えないことはありません。ただデータ量に限界があります。契約内容により様々ですが月に 3GB とか 10GB までといった制限がありますよね。FireTV を使う場合、あっという間にデータを使い切ってしまうのでおすすめはできません。それでは FireTV の付属品を見ていきましょう。今回は例として FireTV スティック 4K MAX の付属品を紹介します。本体、HDMI 延長ケーブル、リモコン、USB 電源ケーブル、AC アダプタ、単4電池、こんにちはの紙です。必要なものは一通り揃っています。後から買い足す必要はないと思います。接続方法は簡単。テレビの HDMI 端子にこの製品を差し込んで付属の AC アダプタを使って電源を確保するだけ。インターネットの接続は Wi-Fi の設定から実施します。自宅の Wi-Fi の ID とパスワードが分かっていれば迷うことなくつなげることができると思います。それでは FireTV の種類を見ていきましょう。左から FireTV スティック、FireTV スティック 4K MAX、FireTV キューブです。パッと見ではキューブがサイコロ型の製品でスティックは USB メモリみたいなスティックタイプになっています。それでは比較していきましょう。収納性については FireTV スティックと FireTV スティック 4K MAX はスティックタイプなのでテレビの裏にうまく隠すことができます。人の目につきにくいのでスタイリッシュに収納できていいですよね。キューブは大きいのでうまく隠すことはできません。実際使ってみても邪魔とまではいかなくてもスタイリッシュではありません。映像性能を比較していきます。 4K MAX とキューブは 4K に対応。 FireTV スティックはフル HD の解像度に対応しています。テレビが一般的なフル HD なら FireTV スティック、高性能の 4K テレビなら 4K MAX とキューブを使うことができます。インターネット接続方法を見ていきましょう。比較的新しい製品の FireTV スティック 4K MAX は Wi-Fi 6に対応しています。Wi-Fi 6には様々な機能を搭載していますが、体感できるほどの機能はありません。正直 Wi-Fi 6は必要ではないです。FireTV はオプションで Ethernet アダプタを使うことができます。Ethernet とは簡単に言うと有線の LAN ケーブルをつなげられるアダプタです。Wi-Fi の電波が届きにくい場合や使えない場合に使います。FireTV キューブには最初から付属していますが、多少動画の読み込みが早くなりますが、正直なくても困りません。ハンズフリー音声操作には FireTV キューブだけ対応しています。リモコンのボタンを押して音声操作する機能はどの機種でも対応しています。音声操作はめちゃめちゃ便利なので後ほど紹介します。
でも、ハンズフリーの音声操作はなくても困りません。内蔵スピーカーは Fire TV Cube のみ搭載しています。テレビをつけていないときは本体から音声操作の反応が返ってきます。これはなくても困らない機能です。内蔵ストレージを見ていきましょう。スティックの2モデルは 8GB、キューブは 16GB です。Fire TV 対応のアプリは大容量のものが少ないので正直 8GB で十分だと思います。無駄にアプリを詰め込みたい場合は 8GB を超えることがありますが、ほとんどの場合は 8GB で足ります。メモリの大きさを比較します。Fire TV スティックだけ 1GB、他の2モデルは 2GB です。Android スマホやタブレットだと 1GB で足りない印象ですが、Fire TV では 1GB でも十分です。容量の大きさで大きな影響はないと思って大丈夫です。プロセッサを見ていきます。Fire TV Cube だけヘキサコアの高速なプロセッサを搭載しています。実際使っていても Fire TV Cube は最もサクサク動作します。操作で一番ストレスが少ないのは Fire TV Cube です。このサクサク感が Fire TV Cube の最大の特徴です。次は価格を見ていきます。セールで安くなった価格を比較していきます。Fire TV スティックが3480円。Fire TV スティック 4K Max が4980円。Fire TV Cube が11980円。スティックの2機種とキューブでは大きな差があります。圧倒的にキューブは高いですよね。では、3機種の中からどれが良いか見ていきましょう。操作の軽快さでは Fire TV Cube が最速です。Fire TV スティックと 4K Max はほとんど同じような軽快さです。正直 Fire TV Cube はおすすめできないですね。動作は一番軽いけど、価格が高くできることに価格相応のメリットを感じないからです。ハンズフリー操作はなくても困りません。では残り2機種から選ぶ場合、テレビが 4K かフル HD かどうかで決める方がいいです。今、4K テレビを持っていたり将来 4K テレビに買い替える予定があるなら Fire TV Stick 4K Max。テレビにこだわりがないなら価格が一番安い Fire TV Stick で十分です。4K 対応の動画配信サービスを一部紹介します。プライムビデオ、Netflix、YouTube、ディズニープラスは 4K 解像度の配信に対応しています。実際に視聴すると細かいところまではっきりと映し出されているので気持ちがいいです。U、NEXT、ダゾーン、Apple、テレビ、Hulu も 4K に対応しているらしいです。最近は 4K に対応したサービスが増えていっていますね。そういったわけで、おすすめの Fire TV は Fire TV Stick です。一番安くて動画コンテンツを十分楽しめます。ここからは Fire TV の特徴を紹介します。大きな特徴としては Amazon プライムと相性が最高ということです。なんといっても見放題コンテンツが多数あるのがいいですよね。一部有料のコンテンツがありますが、見放題対応のコンテンツだけでも十分楽しめます。Amazon プライム会員なら絶対 Fire TV を持っていた方がいいです。私の場合、逆に見放題コンテンツをテレビで楽しみたいからプライム会員になりました。次は Amazon Music プライムです。プライム会員なら200万曲が聴き放題になります。200万曲が多いか少ないか問題はありますが、このジャンルの曲が聴きたいといった場合には適当な曲がある感じです。生活の BGM 程度には十分な曲数だと思います。音楽をもっと楽しみたいなら9000万曲が聴き放題になる月額780円のプランもあります。スマホでも曲が聴き放題になるのでこっちを使っている人も多いですよね。次は Amazon フォトです。大型テレビで写真を鑑賞することができます。いつもはスマホで見ている写真を大画面でみんなで見ると話題が広がって楽しいですよ。プライム会員なら写真を無制限にアップロードできるのはメリットが大きいですよね。スマホの写真のバックアップは Amazon フォトにしています。他にも Amazon プライムの特典は様々なものがあります。Fire TV でできることだとプライムビデオ、プライムミュージック、Amazon フォトが便利に使えておすすめです。他のおすすめ機能としては YouTube アプリです。Fire タブレットでは標準では使えない YouTube アプリですが、Fire TV では公式の YouTube アプリがあります。テレビで YouTube を視聴することができるわけです。YouTube にアップされている公式 PV も視聴可能。YouTube プレミアム会員なら YouTube ミュージックもこのアプリから使うことができます。
インターネットテレビとしては ABEMA は無料で視聴可能。テレビの見逃し配信 TVer も無料で視聴可能。動画の視聴アプリ GYAO も無料で視聴可能です。Fire TV に対応する動画配信サービスはめちゃめちゃ多いです。Hulu、Next、Netflix、DTV、D アニメストア、ディズニープラス、ABEMA、ダゾーン、ワウワウオンデマンド、YouTube、DMM、コム、Twitch、TVer、パラビ、バンダイチャンネル、Apple、テレビ、東映特撮ファンクラブ、GYAO、光テレビ、ざっと並べただけでもこれだけあります。意外とマイナーな動画配信サービスも見られるのも面白いですよね。音声検索もすごく便利です。リモコンの音声操作ボタンを押して、スパイファミリーを検索してと言うと、すぐに動画コンテンツを見つけてくれます。YouTube でヒカキンの動画を検索してと言えば、YouTube から動画を探してくれます。めちゃめちゃ便利です。対照的にゲームコンテンツは絶望的です。圧倒的なコンテンツ不足。遊べるゲームが少なすぎるし、アプリが増えません。Fire TV が登場してから結構時間が経ちますが、全然増えません。今後も増えることはなさそうなので、ゲーム目的では厳しいですね。私は最近、アプリボタン付きの新型のリモコンを使うようになりました。標準では、プライムビデオ、Netflix、Amazon、Music、ダゾーンに対応しています。私の場合、ダゾーンは使っていないのでこのボタンが無駄なんです。でも、裏技を使えば別のアプリに入れ替えることができます。やり方については別の機会に紹介します。今回のまとめです。Fire TV、スティックが一番安くておすすめです。Amazon プライムとの相性が最高です。動画配信サービスの種類が豊富です。無料の動画配信サービスが多いです。音声検索が便利です。ゲーム、読書は絶望的です。あなたはどの機種を使っていますか？満足していますか？よかったらコメントで教えてください。このチャンネルでは今後もお得なスマホや通信会社の情報を発信していきます。あなたのお役に立てれば嬉しいです。高評価ボタンや低評価ボタン、どちらでもいいので押してもらえると次の動画に役立ちます。コメントまでしてもらえると最高です。最後までご視聴ありがとうございました。